はいどうも料理人 VTuber の高見仁でございますということで、今回のねご紹介する台所革命の方はこちら。はい、道具のね、ご紹介のパート2になりますね。で、今回はコンロ周りに置いてある小道具を中心に、皆さんにねご紹介したいなと思っております。で、よくね撮影の中でこう現れる道具の方をね、皆さんに紹介していきまして、で使いやすさとか使いづらさとかもですね、ちゃんとねそこは忖度なくご紹介していきますので、ぜひぜひ見ていってください。それじゃあね早速ご紹介の方に移ります。じゃあ皆さんのグラフィックボードの方をインフィニティにします。じゃあいきますよ。せーの、どう？はい、じゃあキッチン周りのね小道具の方ご紹介していきます。まずはこちらのトング、漆山金属工業さんのトングですね。こういった感じでよくね動画の方にも出てくるんですけども、こちら、素材の方はナイロン製になっておりまして、で耐熱温度は180度なんですね。でフライパンのこうコーティングを傷つけないっていうところが最大の利点で、かつつなぎ目がなく綺麗に洗えるっていうところがいいところですね。ただ弱点がありまして、つかみづらい、っていうところですね。分かりやすく言うと力が入りづらいっていうところですね。はい、こちらマリーズですね。ゴムベラになります。で白い方と赤い方とで使い分けてまして、で赤い方なんですけども主にトマトですよね。トマトを扱う時にどうしてもその白いゴムヘラですとこうリコピンのね赤い色素が染みてしまうので、赤いものはこうトマト用で使ってるっていうところですね。でそれ以外はほぼ白いもので、使ってるっていうような使い方をさせていただいております。耐熱温度はだいたい200度ぐらいですね。どちらも200度ぐらいになります。はい、こちらシリコンの、ヘラになりますね。もうこちらはもう統一素材、シリコンの統一素材でもう衛生面一択で使わせていただいております。はい、こちらよくね肉の火入れとかで、使ってるところをお見せしてるかなと思うんですけども、これ魚串という道具になります。結構長い道具にはなるんですけども、現場ではこれをですね短くカットして、使いやすい長さでね使ったりとかするっていうことが結構多いですよね。はい、はい、こちらピケですね。千枚通しとも言うんですけども、結構ね硬い、氷とかをこうかち割ったりとか、あとちょっとね穴を開けたりとか、いろいろね用途はあるんですけども、こういう使い方もあります。なかなかねこう開かないよって時に一瓶丸々使うのであれば、こうやってね穴を開けてやってあげると簡単に開きます。はい、こちらツビリングのですねハンバーグターナーっていうやつですね。でこちらなんですけども、多分現場の方々だとかなり言い方いろいろあるんじゃないかなと思います。例えばターナーだったりとか、あとスパチュールって呼んだりとか、正式名称はスパチュールクデっていう名称なんですけども、私なんかはペルテックスって呼んでますね。でこちらはもう本当に家庭用で使うようなサイズのもので、業務用のものですともっとしっかりしたものがあります。はい、こちら網ですね。細かい方と粗い方とありまして、で細かい方がアクを取ったりとか、軽くこしたりとかで、粗い方は揚げ物オンリーで使ってますね。もう粗い方で揚げ物は必ずすくってます。はい、はい、こちら竹べらですね。本当に低価格で、使いやすいものですよね。でこれはよくですね鍋のこうヘリとかにですねこの角の部分がね当たりやすいのでよく愛用して使ってますね。はい、はい、こちらフエっていう道具ですね。泡立て器ですよね。よくこの小さいサイズはこういうねソースパンなんかに使ったりとかっていうのがメインになりまして、こちらはねよくボウルとか、鍋の中で使ったりとかっていうようなものになります。はい、業務用ですともっとねしっかりしたものあります。はい、こちらね、出ましたドイツのリッターですね。皮むき器ピーラーですよね。フランス語ではエコノムっていうんですけども、もう私はねこいつにはもう絶大な信頼を置いてるんですけども、私のね周りの料理人ももうこれ一択って言ってましたね。やっぱりすごい使いやすくて非常にね扱いやすいっていうところで、はい、はい、こちらね、ミルという道具ですね。
こちらプジョー、車のねメーカーさんでもあるんですけども、プジョーというメーカーさんで、こちらのね、ペッパーミル使っておりますね。はい。で、この下の部分がダイヤルになってまして、それで粗さのね調節ができるっていう結構優れものだったりします。結構もう長く愛用してますね。はい、出ました万能バサミですね。おそらくこれを見ている料理人の人たちはお前もそれ使うよなっていう感じで、シルキーというメーカーさんの万能バサミで、厨房現場にはほぼあるんじゃないですかね。もうこいつの万能さは半端ねえぞっていうぐらいのすごい便利道具ですね。はい、じゃあこちらねドリテックの測り、電子スケールなんですけども、こちら5キロタイプのものなんですね。ただちょっと弱点がありまして、5グラムから計量になるので、1グラムから5グラムまでが計量できないっていう弱点はあるんですけども、ただこのサイズで5キロまで計量できるので、私はかなり愛用してますね。はい、こちらサミット工業さんの揚げ鍋なんですけど、もうこれもかれこれ6年ぐらい使ってるものなんですけども、深型の揚げ鍋ですよね。で見ての通りね鉄製で、こう火に当ててね、しっかり焼け落とすことで、汚れなんかもしっかり取ることもできて、でかつ洗いやすいっていうのがやっぱり一番ですよね。で一応ですねこちら購入時には蓋もちゃんとついてますのでね、非常に便利で扱いやすい、揚げ鍋の鉄製のものですね。はい、こちらが、和田助製作所さんの手鍋になりますね。はい。で今手に持ってるものがこれが蒸し器ですよね。こういう風な感じで、こうセットしてで、ここにねパイ皿を乗っけて蒸したりなんてこともできたりする、ちょっとね便利なものだったりはするんですけども、今持ってるものが21センチですね。で、もう別に2つある方が18センチずつっていう形で、はい。でこちらの18センチの方もそれに合わせたパイ皿でこういう風にね乗っけて使ったりしますね。はい。で現場だとよくね準備するプレパレでこう準備していくときにこう重ねてパイ皿をねその間にかましてやってこうどんどん積み上げてなんてこともやってますね。はい。非常にね使いやすい、鍋だったりします。はい。でその癖があってやっぱり私も家庭ではこれをよく使ってます。はい。はい、こちらねプチパンソースパンですよね。こちら8センチのものになります。同じく和田助製作所さんのものですね。こういった感じでねすごい非常に使いやすいサイズで私はよくこちら愛用しております。はい。はい、どうもお疲れ様でした。いかがでございますかね。私のコンロ周りの小道具の方をね、ご紹介させていただきました。皆さんね、いろいろね、こだわりの道具ってあると思います。はい。で、これをね、見ていただいている方々、いろいろね、どんな道具使ってるのかなと思って、こう気になってね、見ていただけてる方がほとんどかなと思うんですけども、私がこう皆さんに最終的にこうお伝えしたいのは、この道具選びの時、どんなね、例えばスポーツとかでもそうだと思うんですけども、よくね、こう形から入るなよ、みたいなね、言葉あると思うんですけども、あれはね、私嘘だなと思ってまして、私は今までやっぱり道具選びに至っては、やっぱり先輩方からの、このやっぱり知識だとか経験だとか、こういうのがいいよなんて言って、こう触ってみて自分で使っていく中で、これはちょっと自分に合わないな、でもこっちはいいなとかって、こうね、こう、経験があって今現時点至るみたいなところではあるんですけども、必ずねやっぱり形からやっぱり入っていった方がいいと思います。まずはでその中でいろいろなものに触れていって、じゃあ自分に合ってるのはやっぱりこれなんだなみたいな形でたどり着くっていうところがやっぱりこの道具選びの楽しいところですよね。で、その時に私ご注意していただきたいなと思うのは価格ではないっていうこと
なんですよね。これなんですよ。例えば、私がね、もう口酸っぱくね、なんかすごい激おすすめしている、ドイツ製のリッター、まあ、エコノム、まあ、ピーラーありますよね。あれも、1000円しないんですよね。でも、世の中には、まあ、2000円、3000円のピーラーなんてザラにありますし、でも、蓋を開けてみたら、ピーラーって実は1000円ぐらいだよ、とかっていう。でもなんか見た目もすごいね、プラスチックで、いや、すっぽちいな、みたいな、あれなんですけども、実はめちゃくちゃ使いやすいんですよね。軽くて、まあ、ね、こう、剥いた時の、まあ、この身離れがいいとか、あと、まあ、アスパラなんかもね、300本やっても引っかかんねえよ、みたいな、そういう素晴らしい能力を持ったりとかっていうのがあるので、必ずしもイコール値段ではないっていうところは、もう皆さんね、多分もうそこは分かってくれてるかなとは思うんですよね。ですので、私ね、このね、こればっかりはね、やっぱり運かなと思ってます。運がいい人は、運のいい道具に、そのいい道具に巡り合うっていう、その縁はあるなとは思ってますね。なんか別にスピった言い方はしたくはないんですけども、で、そういったね、やっぱ道具にこだわる人って、やっぱ道具にこだわるメンバーにね、こうだんだん囲まれていって、いや、これいいよとか、あれいいよみたいな、あ、そんなのあるのみたいなね、情報がどんどん集まってきたりするもんなんですよね。まあそこがね、結構こう、面白いところだと思うんですよね。おそらくスポーツやってる方なんかはあるんじゃないですかね。私はこういう道具使ってるの、どうなのなんて言って、これね、こんな感じでいいよなんて。まあそれと多分近いところはあると思うんですよね。それがまあやっぱね、料理でも同じように、道具の良し悪しっていうのは値段ではないですし、やっぱり使った感触とかあると思いますので、必ず、そこは形から入るっていうのは私すごい大事かなと思っております。ぜひぜひね、皆さんもね、いい道具と巡り会えるようなね、運があることをね、お祈り申し上げます。はい。最後までご視聴どうもありがとうございました。当チャンネルもね、YouTube 公式の期待の新人クリエイターの登竜門であるハイプ機能がね、実装されました。スマホ機能のね、限定ではあるんですけども、7日間応援していただくことで、動画をね、世界に広めることができる特別なボタンです。で、このチャンネルでは、料理ジャンルとして期待の新人クリエイターの上位ランクに挑戦します。スマホ画面の流れ星マークのハイプボタンからですね、皆様の熱い応援いただけると大変嬉しいです。皆様とね、一緒にもっとね、大きなステージで料理ができる日を楽しみにしております。ハイプボタンは、どなたもね、スマホ画面から週3回まで、応援することができますので、よろしくお願いいたします。チャンネル登録、高評価、そしてハイプでのご支援、どうぞよろしくお願いいたします。それじゃあまた次の動画でお会いしましょう。またね。バイバイ。